皆さんこんにちは、あいです。今回の動画はシンガポール1泊2日の旅。シンガポールグルメをメインに回りつつ、王道観光ルートを巡りながら、ホテルでもゆっくりという気がついたら、結局忙しい弾丸旅になっていました。短い滞在でもちゃんと満足できるシンガポールはさすがだなと改めて思った旅です。ちなみにシンガポールの観光エリアはこんな感じ。今回は紫のエリアを中心に巡ってきました。シンガポールは街がかなりコンパクトなので、1日2日あれば十分に回ることができます。動画でご紹介した場所の URL は概要欄にまとめているので、ぜひチェックしてみてください。ホテル代、食費を含めた旅費も公開しているので、最後までご覧いただけると嬉しいです。ではでは行ってきまーす。シンガポールに着きました。すごい誰もいない。めっちゃ空いてる。マレーシアもシンガポールも本当入国が簡単。今回食べたかったチキンライス。ニンニクがめっちゃ柔らかい。タレもたくさんかかってるのが最高。うまっ。Like this color or I like this. But it hurts when the night is still. Star-crossed lovers are doomed to lose. I can tell wrong from right, but I feel so alive. What a tragedy in disguise. Some kind of beautiful. Your signal finds me glowing in the static. Maybe it's worth it though.
クラウドフォレスト。 But he still calls me baby. Haven't played it nice, still wants me. I give him hell, but heaven sent him. Calm down, there's no more second guessing. Coming to my senses, he's been here all along. And yeah, he's all mine, right here where I left him. Not taking any chances, coming in hot, asteroid. お土産屋さんのマグネット。やっぱここあとちょっと高い。でも可愛いやつがいっぱいある。これとかめっちゃ可愛くない？クラウドフォレスト。こっちもっと高いけど、これが今んとこ一番可愛いかも。ここからじゃあここか、こう来てここに行って、今ここまで戻ってきました。横からマリーナベイサンズ入れるのかな。ちょっとこっちに行こうと思います。このマリーナベイサンズの商業施設の中にあるフードコート、ここかな、有名らしいけどマジでめっちゃ混んでるね。席見つけるの大変そう。ちょっとカフェは混んでそうですね。行こうと思ってたけど諦めます。今回のお部屋です。おー、赤い。ワイン for you にフリーって言われたんだけど、持って帰れないよね。
Watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart till Wichita. You wanted me to know, never ever let you go till Wichita. Surrounded by cars, it's such a sight. Watching all the lovers fall into the night. I run into the heartbeat. We're going back where it all began. The same kind of heartbeat starts to shake with the今日買ってきたものを簡単に購入品紹介できればと思います。もうここに出てるものが全てなんですけど、まずこれですかね。じゃあこれはマグネットです。なんかいろいろマグネットがあってどれにしようか悩んだんですけど、なんか個人的にはこれがシンガポールを象徴してるもの、コーヒーとか、紅茶なのかな。結構朝カヤトーストのカフェとかの印象が結構私にはあるので、なんかマグカップにこのビルとかシンガポールスプリングとかフライヤーか、シンガポールフライヤーとかなんだっけ、クラウドフォレストとかのドームとかマーライオンでマリーナベイサンズとかが載ってるのがすごい象徴的だと思って、これ結構可愛くないですか。いいの見つけられたと思います。これが1つ3ドルで5個で10ドルとかだったかな。いやマグネット5個もいらないよって感じだと思うんですけど、1個だけ買いました。これは自分用ですね。で次がこっちの食器たちなんですけど、これも3つで10ドルとかだったので、あれ思ったより安いかもと思って買ってみました。なんか日本酒とかもでも使えそうだし、お茶飲むときグリーンティー系のお茶を飲むときに使えそうだなと思って3つ、中途半端な数ですけど3つ買いました。すごい悩みに悩んで、なんか全部ピンク入ったのにしようかなって思ったんですけど、結局全部ピンク入ったのじゃなくて2つピンクが入ったものと1つは全くピンクが入ってない。ちょっと明かりがオレンジ系なので見づらいですけど、ちょっと緑っぽい、青緑っぽい感じのにしました。でもう一つはこのタッセル、ラッキータッセルってやつで、願掛けとかして、幸運を呼び寄せるみたいな意味があるタッセルみたいです。ここになんかコインみたいなのが挟まってる、コインとか石とか挟まってるやつもあったんですけど、なんかちょっとあまりにも中国感が強いかなと思ったので、私はこのないやつにしました。でないやつだと6個で10ドルとかだったので、なんか身近な友達とかにお土産渡すものとしても個人的にはこれ可愛いんじゃないかなと思ってます。なんかリュックにつけたりとか、インテリアとして飾るのも可愛いんじゃないかなと思って買いました。
なんとなくあげる友達をイメージしながらカラーを選んだので、その方たちが気に入ってくれると嬉しいです。でシンガポールといえば定番の TWG の紅茶。 TWG の紅茶って私あんまり買ったことないので、ちょっと試しに飲んでみたいなと思って買ってみました。いろいろ香りを嗅いだ結果、このシンガポールブレックファーストティーっていうのが結構好きそうな感じだったので、香りは結構華やかな感じするけど、ちょっとなんかスパイスっぽい感じだけど、グリーンティーとブラックティーが混ざってるからすごい飲みやすそうだなと思ってこれにしてみました。こっちは入れ物、黄色いカンカンの入れ物が欲しかったので買って、中に茶葉を 50g 入れたものになります。ちょっと開けてみます。もう一番王道のやつ、この袋とかパッケージと一緒の黄色のカンカン、これもどっちかというとブラックティーにキャラメルを混ぜたようなものだったと記憶してます。飲むの楽しみです。ちょっと私の紅茶コレクションの中の一部として入れたいと思います。はい、こんな感じですかね。今回そんなにたくさん買い物したわけじゃないのでこんなもんですが、明日ラフルズホテルのブティックとかに行ってみたいなと思ってるので、そこで何かいいものがあれば購入したいと思います。はい、ではおやすみなさい。めっちゃ美味しそう、朝ごはん。これはどういう光景？みんななんか駅のこの構内でご飯食べてる。11時半過ぎでこんな感じです。いやー、ちょっと一人で待つほどではないので、また来た時にしましょう。王道だ。かわいい。これめっちゃ可愛くない？ティーポットの形の紅茶作るやつ。良さそう。このティーストレーの紅茶入れる紅茶の茶葉を入れるやつを買いました。
Đúng rồi, nhưng mà cái này là có cả chữ. Đấy, bye bye được rồi. これ先輩がこのコーヒー美味しくないって言ってたけど、どんな違いがあるのかを試してみたくて頼んでみました。ちょっと味の違いまでわかんない気がしますが、レッツトライ。